も、制作担当の柚月ゆかりです。主役の鶴巻真希だよ。今回から1月からデアゴスティーニジャパンから刊行されている週刊出雲を作るを制作していきますよ。これは海上自衛隊の第1護衛軍第1護衛隊に所属する出雲型護衛艦のネームシップである出雲を250分の1のスケールで作れるものだね。確かデアゴスティーニからは同じスケールで過去にヤマトを作ると赤城を作るが刊行されていましたね。私はどっちも作ったことがあるけど、あっちは木製模型で作るのに少し技術が必要だったけど、こちらはメタルボディで基本的にネジ止めで作れるみたいだから、模型製作初心者さんでも作れるんじゃないかな。他の特徴だと、エレベーターが稼働したり、各種照明が点灯したりするギミックに加えて、実際に配備しているヘリコプターなども付属してくるみたいだね。さらに、オプションの艦載装備コレクションも購入すると、タグボートやオスプレイなどの海上自衛隊の装備、戦車やトラックなどの陸上自衛隊の装備も載せたりすることができるから、今回はそっちも頼んでおいたよ。このシリーズは110号で完結予定みたいですね。創刊号が499円で、それ以降は1990円なので、完結まで購読すると217,409円となりますね。これに加えて、艦載装備コレクションが全5回で各回ごとに価格が違うのですが、合計すると37,950円となり、それを加算すると合計255,359円となりますね。なかなか気軽にチャレンジできる価格ではないんだよね。メタルボディで全長 99cm という迫力ある大きさで、海上自衛隊の協力で細部まで作り込まれてる魅力あるモデルではあるものの、動画のネタでなくて個人で作るかって言われると、これ系をいろいろ作ってきた私でも二の足を踏むね。特に艦載装備コレクションは最低でも6,600円しますから、なかなか手を出しづらいかもですね。まあ、動画化してなかったら手を出してなかった可能性が高いから、動画を見てくれる視聴者さんに感謝だね。さて、ではそんな視聴者さんのためにも、早速開封してみましょうか。これが創刊号の内容みたいですね。艦首側の甲板と艦首の船体の一部、特徴的なバルバスバウ、艦載機である SH60 系、ドライバーとその横のが光ファイバーみたいですね。ドライバーに関しては、基本的にマイドライバーを使っていくよ。では早速作っていきましょうか。まずは、艦首にバルバスバウを取り付けるみたいですね。これは2箇所ネジ穴がついてるから、そこに付属してきたネジにワッシャーを取り付けて艦体側から固定するみたいだね。メタルボディなのは分かってるんですが、想像してたよりもパーツが重くてびっくりしています。さて、ネジ試してる間に故障に関して少しお話しさせてもらうよ。まず、出雲は軍艦なので、船の特定の部位などを言う場合は、艦首、艦尾、艦体など船ではなく、艦をつけて故障します。そして、もう一点なんだけど、後半って後半と甲板という二つの言い方があるんだけど、私は船乗りをしてたことがあって、その頃の名残で後半という言い方に慣れてるので、この動画では後半という言い方に統一させてもらいます。話してる間に作業してるわけですが、なんか少し暗いですね。照明が足りてないんだけど、増備用の照明を発注してるから、もうしばらくしたら明るくなると思うよ。もう一個のネジは少し時間がかかったので、早送りです。このドライバーはマグネットビットだけど、これぐらいの小さなネジは結構扱いにくいね。ちなみに、6号まで作ると、この艦首の後半が自立できるようになって、そこに艦載機を展示できるみたいだね。それは見栄えも良さそうで楽しみですね。さて、これで金剛の艦隊の製作は完了しましたね。特徴的なバルバスバウの形がよくわかるね。バルバスバウは簡単に言うと水の抵抗を減らして船を高速化、省燃費化できる効果があって、民間船でも取り付けている船が多いんだけど、出雲をはじめとする軍艦の場合は内部にソナーを設置したソナードームとしての役割もあるみたいだね。可愛いからつけてるわけではなかったんですね。さて、バルバスバウの知識を得たところで、今度は後半の裏に光ファイバーを設置していきましょうか。まずはコネクターに光ファイバー側のコネクターを取り付けるみたいですね。これ、わかりにくいんだけど、光ファイバー側のコネクターに突起があって、それをコネクターのスリットに差し込んで、奥まで入ったら、光ファイバー側のコネクターを回して固定するみたいだね。固定が完了したら、後半の裏に固定したコネクターをネジ止めするみたいですね。ちょっと早送りするよ。
出雲の場合、缶の後半の端っこに照明が等間隔で設置されてるので、設置する光ファイバーの数も多くなりそうですね。光ファイバーは折れちゃうと、先端に届けられる光量が減ってしまうから折らないように注意してね。固定が終わったら、この3本の光ファイバーを穴に差し込んで、後半の表側に出すみたいですね。これ、最終的にステーで固定するんだけど、説明書にもあるんだけどまずはテープで仮止めするといいと思うよ。では、穴から光ファイバーを出したら、マスキングテープで固定しましょうか。さて、今度は、このステーを取り付けて、光ファイバーを固定しましょう。このステーには両面テープを貼り付けるんだけど、ちょっと作業中断してる間に、息子に貼られてしまったから、動画には映ってないよ。なんか、綺麗に入らなくて悪戦苦闘しています。実は、このステーには、表と裏があるんだけど、息子が間違って、反対の方に、両面テープをつけてしまったから、両面テープ貼った方を下にすると合わないんだよね。というわけで、両面テープは、諦めて正しい位置で、ステーを固定したのですが、この謎を解明するために、撮影を止めてたので、いきなり完成です。この時、必ず、3本の光ファイバーが、ステーの下に来てることを確認しようね。そして、この後半から出てる光ファイバーを、後半の位置でカットして、後半の作業は完了ですね。じゃあ、今回最後の作業となるヘリコプターの組み立てに行こうか。というわけで出雲の主力艦載機である SH60 系の組み立てですね。パーツは多くなくて、水平尾翼とテールローターを接着して、メインローターを差し込むだけみたいだね。こういう小さなパーツをランナーから切り離すときは、タミヤのモデラーズニッパーのアルファが切れ味もいいし、綺麗に切れるからおすすめだよ。刃の部分が小さい上に薄いから、こういう狭い場所でも普通に切れるのがいいですね。そして、一応ヤスリ掛けもしておこうか。彩色済みですから1200番の紙やすりで少し整えるだけにしておきますね。ここからは単調な作業だから早送りね。水平尾翼は接着剤で接着する必要があるみたいですね。このヘリコプターは ABS 樹脂で作られてるから ABS 樹脂を接着することができる接着剤じゃないといけないから注意してね。ちょっと接着剤が多くなってしまいましたが、きっちり取り付けできましたね。ここで注意点なんだけど、テールローターとメインローターなんだけど、きっちりはまる反面かなりきつくて、結構な力で押し込まないと入らないから、誤ってローターを折らないようにね。最近のデアゴスティーニってパーツがしっかりはまるの敗因ですが、差し込み口がかなり硬い感じですね。最初、全然入らなくて、場所が間違ってるのかと思ってしまいました。最後のメインローターは、差し込むだけで接着しないで回せるようにするみたいだね。このメインローターがなかなか入らない上に押し込む場所を間違えると、ローターを折ってしまうので、思わずカメラの外でやってしまいました。というわけで、ちょっと最後の方で苦労しましたが、なんとか創刊号の組み立てはこれで終わりましたね。こういうマガジン系は、シリーズごとにパーツの材質とか強度が違うから、毎回、創刊号はドキドキしながらやってるね。次回以降はもう少しスムースにいきたいですね。そんなわけで、次回も監修部分の制作を続けていくから、よかったらまた見てほしいな。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。